皆さんおはようございます。地図旅のお時間です。僕は今福岡空港にいます。これから福岡県を1泊2日で旅して回ります。福岡空港は街中までものすごい近いので便利ですよね。ランドサイドに出てきてから数十秒で地下鉄の改札にたどり着きます。空港から博多駅まではわずか2駅、天神駅までも5駅12分で到着です。まず最初に向かうのは太宰府。この9時42分発の急行で向かう予定です。太宰府天満宮で有名な太宰府の街へは特別な急行が走っています。それがこちらの観光列車旅と、特別なラッピングに包まれた5両編成の急行列車です。二日市でスイッチバックして太宰府方面に折り返す電車です。観光列車ですが追加料金なしで利用できるので、タイミングが合うならぜひ利用してみてください。天神駅を出てしばらくすると景色は住宅街に変わります。そのまま20分ほど乗るとあっという間に太宰府に到着。列車も雰囲気があります。ここからすでに太宰府天満宮への参道が始まっているかのよう。メインの目的はもちろん太宰府天満宮ですが、まずは参道をプラプラ見てみようと思います。ミッフィーのお店。ミッフィーの専門店は太宰府にあるなんてちょっと意外。ぬいぐるみがあるのはもちろんなんですが、限定のお皿とかお菓子もいろんな種類があります。モナカもあった。ミッフィーがこんなに商売にまっすぐだなんて知らなかったよ。お客さんをつかむための努力がすごいと思いました。太宰府には気になるお店がたくさん。ここは豆菓子屋さん。前にここでわさび大豆を買ったことがあるけど美味しかったです。味のバリエーションが豊富。夏っぽいソーダ味もありました。こちらはレトロな喫茶店風見鶏。店内はとても落ち着いた雰囲気です。でも今日の1食目はこちら、太宰府バーガー。パティの代わりに唐揚げが挟まったバーガーです。学業の神様らしく広角バーガーなるものもありました。注文して店内で待ってますが、唐揚げも種類が豊富でどれも美味しそう。レトロなメニューボードもあったけど、これは飾りなのか本物なのか。太宰府バーガーが出来上がりました。あふれんばかりの唐揚げ、めちゃくちゃ美味しそう。ちょっと竜田揚げっぽさもあるサクサク感が美味しいし、ソースが抜群にうまい。唐揚げが結構ゴロッとしてるから食べ歩きよりは店内で落ち着いて食べるのがおすすめかも。太宰府天満宮にやってきました。日本人に加えてアジア系の観光客が多め。福岡はアジアの国からのアクセスもいいもんね。太宰府天満宮は1100年の歴史を持つ全国の天満宮の総本宮。菅原道真公の眠る地として大切にされ、学問の神様として崇められています。太宰府天満宮は代々菅原家直系の子孫によって守り継がれてきました。現在の宮司は道真公から数えて40代目にあたるとのこと。頭を撫でると頭が良くなる牛。現在の気温は34度。でも木陰に入ると少し暑さも和らぎます。色とりどりの風鈴が風に揺れています。今日はちょっと風が強め。でも最近の日本の夏は風鈴の音で涼めるくらいの生優しいものじゃなくなってきてるよね。この奥に御本殿があります。でも今は改修工事中。124年ぶりに行われる令和の大改修は3年をかけて行われ、2026年に新しい本殿がお目見えします。こちらが仮殿。でもただの仮設のものではなく、建築家藤本壮介の手によるデザイン。屋根の上には緑が生い茂っています。これは道真公にまつわる飛び梅伝説から着想を得たものらしいです。他に類を見ないデザインで、むしろこの仮殿を見るために観光に来てもいいと思えるくらい。
自分の中ではモダンデザイン部門ではダントツ1位に好きですね。太宰府天満宮といえばおみくじ、シーズンごとに色が変わりますが、この時は水色でした。夏っぽく涼しげでいいですね。涼しげといえばこっちには水みくじも。おみくじをいただいてきて、この水につけると文字が浮かび上がります。これは夏限定。池の氷だけが涼しそうでした。お昼を食べましょう。お店はこちらの神楽さん。和牛明太が有名なお店。和牛明太御膳が運ばれてきました。すごい演出ですね。お肉とからし明太子の上にたっぷりの刻み海苔と唐辛子が乗っています。ご飯との間には卵が敷かれているね。汁物と漬物もセットです。お肉は一枚一枚が大きい。一口で食べるのは大変そう。ご飯もたっぷり入っていてボリュームがかなりありました。完食しました。ごちそうさまでした。続いてやってきたのは神楽のすぐそばにあるお店。賞味期限5分。じゃあこのモンブランを食べてみよう。この機械で作るみたい。糸のようなモンブランが押し出されてきます。もうちょっと欲しい。できたようです。あ、上に栗を一つ乗せて完成なんだね。見た目にも綺麗なモンブランだね。賞味期限5分らしいので早速いただきましょう。中を開いていくとアイスが入っていました。これが溶けちゃうから賞味期限5分ってこと？美味しい。じゃあどんどん急いで食べていきましょう。美味しかったね。でも食べ歩きは続きます。お次は小鳥居茶房。この写真にある生プリンアイスを食べに来ました。こんなカップに入った凍ったプリンでした。テイクアウトのみみたい。ちょっと溶けるのを待たないといけないんだけど、この暑さであっという間に溶けていきました。中はこんな感じ。カラメルソースも凍ってる。食感はシャリシャリした感じ。これまでにあまり食べたことがない食感かも。アイスみたいに溶けても垂れてこないのはいいね。お次はこちらのお店。太宰府といえば梅替え餅。こちらのお店では焼きたてをすぐに食べることができます。機械で自動的に動いてるんだね。一ついただきました。焼きたてだけあって持ってる指がめっちゃ熱い。中にはびっしりあんこが詰まっていて美味しい。やっぱり伝統的なお菓子は長く愛されるだけの理由があるね。さすがにもうお腹いっぱいだけど、このお団子も美味しそうだね。フルーツ大福ならぬフルーツ団子が流行ってるんだろうか。見た目にも綺麗。いちごのアイスバーもあるみたい。福岡といえばあまおうだよね。ここはすみっこ暮らしのお店。さっきのミッフィーと似た雰囲気ですね。ここでも限定のお菓子が売ってる。おみくじとかいちごとかご当地感がありますね。すぐそばにはジブリのお店も。外国人観光客を意識したお店が多いですね。小さいトトロかわいいな。これもお土産に良さそう。ちなみにここはスタバもかなりおしゃれ。でも店内は常に混んでるので運が良くなきゃ座れなさそう。駅に戻ってきました。帰りは直通列車がないので一度二日市で乗り換える必要があります。まっすぐに伸びる線路。緑と強い日差しが夏って感じがします。
四日市で乗り換え待ちをしていたら、また別の観光列車が通りかかりました。これは柳川まで行く観光列車のスイート。旅人とはまた違った趣がありますね。さて、天神に戻ってきました。これから晩ご飯を食べに行きます。やってきたのは元祖長浜屋。福岡に来たら長浜ラーメンは必ず食べて帰ります。屋台から始まった長浜屋。近くにある魚市場関係者に指示されて繁盛するようになりました。ラーメンが550円っていう安さもだけど、この酒っていう潔さがなんか好き。きたきた。麺と油とネギをそれぞれカスタマイズできます。これは全部普通の状態。紅生姜だけ追加しました。ではいただきます。市場関係者が好きなくらいなので味は濃いめ。でもそこがすごいいいんだよね。スープもたくさん飲んでしまった。ごちそうさまでした。現在時刻は18時30分。市場にも屋台が出ていました。食後のコーヒーを飲みにレッグコーヒーに来ました。レッグコーヒーは福岡だけでなく日本を代表するコーヒーや、オーナーは過去にバリスタ選手権で世界2位に輝いています。レッグコーヒーの面白いのは深夜まで営業していること。なのでお酒を飲んだ帰りにちょっと寄ったりすることもあります。今日はエスプレッソトニックにしました。ちょっと休憩しつつ作業をしようと思います。中川のほとりを歩きつつ今日の宿に向かいます。この辺りは屋台が一番たくさん出るエリア。どの屋台もお客さんで賑わっています。今度お腹に余裕があるときは屋台で食べてみたいですね。高洲の夜は賑やかで楽しそうでいいですね。今日のお宿ナインアワーズ。カプセルホテルに泊まります。ナインアワーズは新世代の綺麗なカプセルホテル。清潔で快適な設備です。カプセルの中はシンプルな作り。明かりの調節とコンセントと USB-A の差し込み口は一つ。天井には火災検知器。こっちはスプリンクラー。足元にある入り口はカーテンで塞ぐ仕組みです。完全な施錠はできませんが、カプセルの内側じゃないと開けにくい構造。チェックインの時に耳栓も渡されました。でもこの日はあまりお客さんが多くなさそうで、フロアはすごく静かです。チェックインするとカードキーが発行されます。裏にはポットの番号と QR コード。この QR コードでカプセルエリアにアクセスできて、ロッカーの鍵も兼ねています。こちらがロッカー。縦長の大きなスペース。奥にはシャワーブースがあります。シャワーブースはとても清潔。レインシャワーもあります。もちろんシャンプー類も完備。洗面台も広々。ドライヤーももちろんあります。これなら他のお客さんと取り合いにもならなそう。カプセルホテルって初めて泊まるんですけど、最近のってこんな綺麗なんですね。これで3000円なら積極的に使おうと思いました。地図旅での旅行って夜中まで出歩いてることが多いから、いいホテルに泊まっても遅くに部屋に戻って寝るだけだったりするからね。それでは今日はここまで。おやすみなさい。おはようございます。2日目はちょっと遠くまで行くんですが、今日もめっちゃ暑そう。暑さに気をつけつつ出発です。まずは地下鉄で博多駅まで向かいます。そこから新幹線に乗り換えます。まずは小倉まで向かいます。一駅だけ新幹線。のぞみ20号の自由席に乗ります。過ごしたら最悪東京まで連れて行かれてしまう。新幹線は博多駅を出発していきます。小倉までは在来線で行く方法もあるんだけど、それだと40分かかって1910円。一方の新幹線はわずか15分で2160円。250円の違いで25分も早く快適に移動できるなら新幹線使っちゃうよね。在来線は山を避けてぐるっと回り込んで走りますが、新幹線はトンネルを掘って直線的に進むみたい。というわけであっという間に小倉に到着。小倉駅の中からモノレールが出てきました。
これは乗り換え駅なんだけど、この変わった形の駅を見たくて外に出てきました。っていうか次の駅すぐそこなんだ。それでは改めて電車に乗ります。目的地は門司港。小倉から門司港は在来線で15分くらいの距離です。門司港に到着しました。レトロな雰囲気が漂ってる。現在の門司港駅は1914年にできた100年以上の歴史を持つ建物。重要文化財にも指定されていて、現役の駅舎では東京駅とこの門司港駅だけです。駅舎の中もレトロな雰囲気が残っています。こちらはスタバ。おしゃれなスタバは数多くあれど、レトロな雰囲気のスタバは貴重だよね。ここはもともとは三等待合室だったみたい。駅の正面には日本郵船のオフィスだったビル、その右には三井クラブ、三井物産の社交クラブで、こちらも重要文化財に指定されています。日本郵船ビルの裏手にあるのが大阪商船ビル。大阪商船は現在の商船三井ですね。大阪商船と三井物産の船舶部門が合併してできた会社です。商社や船会社が多く集まっていたことからも、門司の貿易上の重要性がよくわかります。中はお土産屋さんになっていました。海の周りには他にもレトロなものがたくさん、門司港レトロと呼んで盛り上げているようです。この右手の建物にはお店がたくさん入っています。門司の熊さん、あの同様の文字入りですね。デザインがかわいい。レトロ、デザイン的にもちゃんと手が入った商品が多いね。門司の名物のバナナと福岡名物のいちごのお菓子。ジャガポックルならぬジャガホッコリだって。これは税関だった建物。これも趣があります。駅前に戻ってきました。さっきの日本郵船ビルに入っているお店でランチを食べます。門司は焼きカレーが有名ですが、ここは白い焼きカレー。この白い焼きカレーとプリンのセットを注文してみよう。最後にテーブルでカレーをバーナーで炙って仕上げるみたいです。白い部分はチーズ。最後にスパイスもかけていました。あっと驚くびっくりスパイス。それではいただきます。チーズが伸びる。めっちゃ熱そうだね。卵も割ってみました。混ぜるのが正解なのかな。ごちそうさまでした。ではプリンを持ってきてもらいましょう。門司港プリン。昔ながらの固めのプリン。容器が可愛いよね。ごちそうさまでした。かなりお腹いっぱいになったよ。関門トンネルにやってきました。山口との間の関門海峡にトンネルが掘ってあって歩いて渡れるのでちょっと行ってみようと思います。巨大なエレベーターに自分一人。地下階に到着です。こんな感じなんですね。ちょっとした展示があるようです。ここは山口の下関側につながってるんですね。関門トンネルは全長で 3.5 キロくらいあります。車で通る側やもっと手前のところから徐々に深く潜っていきますが、人道トンネルはエレベーターで一気に潜るので、海の直前からスタートです。人道は全長で780メートルです。両端で押せる記念スタンプがあるみたい。
まずは門司港側を押しておきましょう。ちょっと回った。じゃあ行きましょう。関門トンネルは2層構造になっていて、人道の上は車道が通っています。車道も片側1車線でちょっと狭いです。200メートルやってきました。あとは180メートル。基本的にはずっとこんな感じの景色が続くんですけど、ところどころに絵が描いてあってアクセントになっています。下関方向からフグが来ました。中間地点までやってきました。日本で唯一の歩いて渡れる海底県境。世界的に見てもかなり珍しいんじゃないかな。じゃあ残り400メーター歩いていきましょう。終わりが見えてきました。歩き切りました。そんなに長い距離じゃないとはいえ、トンネルをずっと歩くのはちょっと疲れるね。反対のスタンプも押しておきましょう。ずれちゃった。ちょっと外に出てみましょう。門司側よりちょっと開けてるかな。歩いて渡るのは無料だけど、自転車とか原付は20円かかるんだ。すぐ向こう側には文字が見えています。こう見るとすぐそこだけど、それでもトンネルを掘るのは大変だったろうね。上には関門橋がかかっています。関門橋の完成は1973年。それまでは関門トンネルが船以外で海峡を渡る唯一の手段でした。関門トンネルは1958年に開業しています。その海峡は歴史的な出来事もいろいろと起こった場所でもあります。源氏と平家の戦いの幕が下りた壇ノ浦の戦いもここでの出来事。長州藩がアメリカなどの連合艦隊に大敗したのもこの壇ノ浦砲台です。長州藩はこれ外国の力を見せつけられて倒幕開国へと進んだわけです。現在はフェリーやコンテナ船などが行き交う平和の光景に変わりましたが、海峡の重要性自体はあまり変わってはいないでしょう。それではまた文字へ戻ります。帰り道の方が早く感じる現象をリターントリップ効果というらしいですね。あっという間に中間地点まで帰ってきました。また福岡県に入ります。海底トンネルなので絶えず水が湧き出てくるのです。これをポンプで地表まで運んで排出しています。あと100メートル。到着しました。歩き切ってしまえばあっという間でしたが、いい経験になりました。ではまた門司港駅まで帰りましょう。バスが来るのが50分後とかだったので歩いて帰ることにしました。歩いて30分くらいだし、海を眺めながらなら気持ちがいいかな。と思ってたんですが、暑すぎる。慌てて水分を調達しました。なんかいい感じの踏切がありますね。こっちはトンネルだ。どうもこの辺は潮風号というトロッコ列車が走ってるみたい。現在14時25分。2分前に出発してしまったようです。次に来るのは40分後。さすがに待ってられないので歩きましょう。
というわけで頑張って歩いて駅まで帰ってきました。結局30分ぐらいかかったな。それではまた在来線と新幹線で博多駅まで帰ります。もしこういいところでした。45分くらいで博多駅までワープしてきました。やっぱり新幹線は早いね。今日は7月9日なんですが、明日からの博多祇園祭の準備は街の至るところで目にします。表には博多の偉人が祀られていました。結構迫力があるね。そして裏側にはなぜかワンピースの面々が。最近の神様は割と寛容なようです。ご飯を食べに天神まで来ました。マグロ&サーモンイクラ丼。溢れそうなくらいネタが乗っています。ここは糸島食堂というお店で天神パルコに入っています。ネタがもりもりで醤油をかけたらこぼれそうなので個別につけて食べます。醤油がいくつかあって甘くないものもあるのかなと思ったら結局濃い口醤油も甘かった。注文はスマホでするシステムなんだけど写真があって分かりやすいのがいいね。外国のお客さんでも注文しやすいと思う。ある程度食べ進んだので醤油をかけてみた。ご飯もぎっしりでかなり食べ応えがあります。魚もちゃんと美味しいよ。福岡は何を食べてもうまいね。ごちそうさまでした。空港に向かう前に9アワーズにまたやってきました。ここは泊まらなくてもシャワーだけの利用もできます。この時間帯は宿泊客もほぼいないので綺麗。炎天下の門司港ウォークの汗を流してから空港に向かいます。福岡空港に戻ってきました。シャワーを浴びた15分後には空港にいられるんだからアクセス抜群。福岡は便数が多いですね。今日は21時15分のフライト、あと3時間近くあります。SFC 出場中のみでまだラウンジは使えないのでスタバに向かいます。レストランフロアも綺麗ですね。戦える力がある空港って感じがします。福岡はアジアの玄関だからどんどん発展してほしい。ではちょっと作業休憩。展望デッキにやってきました。福岡空港の展望デッキって初めて来たんだけどやばいねこれは。飛行機をめちゃくちゃ間近で見られるし遮るものもなくて撮りやすい。ちょうど日没の時間帯なのも相まって飛行機が綺麗に見える。しかも滑走路が1本しかないから離発着も追いかけやすい。結局暗くなるまでしばらく飛行機を眺めていました。福岡空港最高じゃないか。すっかり暗くなったのでそろそろ搭乗ゲートに向かいましょう。検査場を通過してカードラウンジに来ました。このラウンジはゴールドカードがあれば無料で利用できてビールももらえます。というわけでいただきました。福岡は最初から最後まで最高だったな。今回の福岡旅で九州は鹿児島を残すのみになりました。今回は電車移動で車代が浮きましたがその分たくさん食べたって感じですね。さあ飛行機ももうすぐ搭乗開始です。というわけで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次の旅でお会いしましょう。さようなら。